真島ヒロが 3D ゲームを自分で作る動画企画の第3弾。今回は第1弾動画でお世話になったエピックゲームズジャパンのおかずさんに再登場してもらいます。おかずさん、お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。はい、講師を務めるエピックゲームズのおかずこと岡田と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。第2弾動画ではキャラクターの 3D モデリングをされたと、僕もちょっと見てたんですけども、実際にやってみていかがでしたか？いや、めちゃくちゃ難しかったです。今ちょっと作ったモデルを見させていただいてるんですけども、めっちゃ可愛くないですか？いや、いろいろ教えてもらって作ったんですけど、なんか納得いかなくて、後教えてもらったものを参考にしつつ、他にも自分でいろいろちょっと調べたりして、新しくモデルを作り直したんですよ。確かに動画とちょっとキャラクターが違う。そうなんです。見てください。こちらが新しいモデルになります。さらに可愛くなって。ちょっとね、のっぺりしてたんですけど、顔の部分とかが。顔にもだいぶ立体感つけて、いい感じの 3D モデルになったんじゃないかなと思うんですけども。本当にどこにそんな作業時間みたいな。いや、めちゃくちゃ時間かかりましたよ。めちゃくちゃ時間かかりましたけど、でもとりあえずね、1体作れたので、こいつをね、今回ちょっとアンリアルエンジンの方で動かせたらいいなと思って、おります。サポートとかをできればと思っております。いや、超楽しみ。まずは今回、作っていただいたキャラクターをですね、アンリアルエンジンにインポート、つまり入れていきたいと思います。おいよいよ。では、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、真島先生にはまずサードパーソンのテンプレートをベースに新たにプロジェクトを作っていただきました。こちらに先ほどのキャラクターをインポートしていこうと思います。お願いします。まずは一番左下のコンテンツドロワーをクリックしていただいて、はい、左上にインポートっていうボタンがありますので、そちらをポチッと押していただいて、作成したモデルの FBX ファイルをですね、指定していただければと思います。こちらをインポートして、そのまま、すべてインポートで大丈夫です。ちょっとコンテンツドローは消えたり出たりしているので、もう一回左下のクリックしていただいて、右上にレイアウトにドッキングというところからのそちらを押していただくと、もうこれで消えなくてずっと載ってます。で、ちょっと真ん中のログが邪魔なので、右上の×ボタンから消していただいて大丈夫です。なんか問題があるって言われてますけど、いいんですか？大丈夫です。はい。で、どこかにキャラクターがインポートされたはずなんですが、いた。下の方にいました。そうですね。めちゃめちゃ下の方にいるので、コンテンツのところに違うフォルダをちょっと作っていただいて、そちらに移動した方が多分今後楽だと思います。了解です。コンテンツと書かれたところを右クリックメニューから、新規フォルダを作成していただいて、なんか適当に。はい。で、さっき作ったやつをそちらにちょっとドラッグ&ドロップで動かした方がいい。あれ、さっきどこにあったっけ？マテリアル、そうですね。そこで下に白い丸いやつとキャラクターがなんかできてると思うので、全部選択していただいて、ドラッグ&ドロップで。移動でいいんですか？はい、大丈夫です。はい。で、先ほどのフォルダに移っていただきます。で、こちらでもうインポートはできているのですが、それをダブルクリックすると開けます。キャラクターを見れます。スケルタルメッシュが、キャラクターのアセットになります。色ついてますけど。そうですね。今はまだブレンダーの講座にもあったと思うんですけども、シェーダーっていうものがちゃんと設定されていないので、真っ白になってしまいます。なので、まずはですね、ちゃんと色をつけられるように、画像データですね、テクスチャーとしてインポートして、この子につけていければと思います。なるほど。まずは先ほどと同じように、アセット、画像データをですね、インポートする必要があります。了解です。インポートボタンからでもできるんですが、普通に画像データをアンリアルエンジンにドラッグ&ドロップしてもインポートすることができます。はい。これで、画像がアンリアルエンジンにインポートされました。はい。で、ここから、シェーダーを作っていく必要があるのですが、今回もちょっと簡単にですね、まず、インポートしたテクスチャーのアセットを全部選択してください。で、右クリックメニューからマテリアルを作成というのが一番上にありますので、そちらで作成してください。これでなんか、丸いものができました。できましたね。このテクスチャーを使った、シェーダー、マテリアルアセットがもう出来上がりました。で、こんなんでうまくすごい簡単にできます。これをキャラクターにですね、セットしていかないといけないんですが、キャラクターの
アセットが出ているこのエディターの左上にその白い丸が3つ設定されていると思うんですけども、はい、そこに、先ほど作成したアセットを設定することになります。このままですとどれがどのマテリアルのパートなのかがちょっと分かりづらいので、アセット詳細のエレメントっていうところにハイライトであったりアイソレートって書いてると思うんですけども、はい、アイソレートをチェックしてください。おー、なるほど。これが紙の部分。はい。なので、先ほど作成したマテリアル3つあると思うんですけども、そこから紙のマテリアルをですね、ここにセットする必要があります。そうすると、ちょっと、こんな感じで色がつきます。おー。では、その感じで残り2つもちょっとですね、ペタペタペタと。はい。顔でしょ。お、顔が綺麗に映った。で、最後が服の部分。おー。これでバッチリです。いい感じじゃないですか。なんかこういうゲームのキャラいそう。いますね。初めて自分のキャラクターをアンリアルエンジンに入れると結構感動するとはよくいろんな人からですね。これ感動しますね。頬のあたりとか黒くなっててちょっと可愛さが薄れてるような気もするので、綺麗にしていければなと思います。はい。いろんな方法があるんですけども、今日は一番手軽な方法でいければと思います。はい。真ん中の顔用のマテリアルをダブルクリックで開いてみてください。はい。これがシェーダーというやつですね。シェーダーもブループリントと同じように箱と箱を紐でつないで、組んでいくことになります。今はベースカラーがつながってるだけですね、RGB と。そうですね。これもピンと呼ばれる丸いものをですね、ドラッグアンドラップで、つなぐことができるんですけども、テクスチャーサンプルがその画像データをベースカラーっていうものに渡して色を出してるっていう感じなんですけども、はい、それをエミッシブカラーというやつにつないでください。左のテクスチャーの RGB と書かれたやつをエミッシブにつないでください。上のベースカラーは外さなくていいんですか？大丈夫です。で、この状態で左上の適用っていうものを押すと変換処理が走りまして、で、先ほどのキャラクターの画面に戻っていただくと、お、めっちゃ白くなった。白く、ちょっとそこも後で調整はできるんですけども、一応こんな感じで。あ、でもこっちの方が見栄えいいっすね。そうですね。他の箇所もやった方がいいってことですよね。はい。いろいろベースカラーとかメタリックとかいろんなパラメータがあるので、それをつなぐとすごい金属っぽいツルツルした見た目とかにもできるんですけども、こだわり始めると本当にもう数時間あっても終わらなくなってしまうのでなんかでもすごい発光してる風になりましたね。そうですね。今回はちょっとこんな感じでいければと思います。でもアップにすると色がくっきりする。そうですね。デフォルトですと一眼のカメラみたいにですね、周りが暗いと明るくしたりとか、逆に明るいと暗くしたりとか、そういうカメラのレンズを表現するみたいな効果がかかってるので、それでちょっと変化してるんですけども。いいですね。バッチリ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではもう早速このレベルに1回キャラクターを配置してみようと思います。キャラクターを閉じていただいて、そうですね、1回保存大事です。はい、保存してから閉じる。はい。こいつらも保存する必要あるんですか？米マークついてますけど。そうですね、念のため保存しておいた方が安全です。はい。保存せずに進めてしまって、もしパソコンがおかしくなると全部作業が消えてしまう時もあるので。そうですね。それは良くないですね。はい。はい、では、コンテンツブラウザの先ほどのキャラクターですね、スケルタルメッシュと書かれたアセットがあると思うんですけど、それをドラッグアンドロップでレベルにこんな感じで配置できます。もう早速、いますね。うわ、すごい。じゃあ一回ちょっとプレイしてみましょうか。上の再生ボタンから実行すると、再生ボタン。あれ？はい。お前誰だよ。ちょっと今回、まだデフォルトのキャラクターですが、ちょっと右向いていただくと多分いると思います。わあ、いた。でっかいな、お前。ちょっと思いのほかでかいな。2メートル、もっと2.5メートルぐらいありそうですね。予想したよりでかいぞ、こいつ。こんな感じで、すぐアンニャルエンジンに取り込んだキャラクターを配置して出すことができます。せっかくなので、このキャラクターをちゃんとコントローラーとかキーボードで動かせるように、このデフォルトのキャラクターと差し替えをしていこうと思います。この今走ってるやつをこいつに変えられたらいいってことですね。そうですね。はい。では、一回これを終わらせていただきまして、デフォルトのこのキャラクターをですね、差し替えるために、サードパーソンテンプレートのブループリントをちょっといじっていこうと思います。いよいよ来ますね、ブループリント。はい、ちょっと帰ってきました、ブループリントが。まずはコンテンツの、サードパーソンのブループリント
のところに BP サードパーソンキャラクター、そうですね、一つ目のものがあります。これを、はい、ダブルクリックで開いていただきまして、出てきた、ブループリント。ビューポートを開いていただいてもいいでしょうか。はい、このキャラクターを一回クリックしていただきまして、右側になんかいろんなパラメータが出てると思うんですけど、このスケルタルメッシュアセットの右の選択のものをクリックしていただいて、スクロールする、上ですね。スクロールすると先ほどのキャラクターがいると思います。それをポチッと、はい、押してみてください。でっかいな、やっぱ。でっかいですね、ちょっと。これちょっと縮めた方がいいのかな？そうですね。先ほどの差し替えたスケダルメッシュアセットの上の方にトランスフォームというプロパティがありまして、回転縮小を抱えたところが今 1.11 になってると思うんですけども、0.5 とかに。半分ぐらいにしてみますか。はい。このカプセルに収まってくれたらいいんですが、ちょうど良さそうですね。はい。これで一回左上のコンパイルをちょっとしていただきまして、はい。これで多分もう再生すると差し替わってると思います。これでキーボードとかコントローラーもうこれで。あれでっかいやつ残ってるけど。でももう、アニメーションないけど、もう動くね、こいつ。ジャンプとかもできると思います。うわいい。おすごい。だいぶ印象変わりますね。ですね、動いてますね。次はこのキャラクター用のアニメーションをですね、設定していこうと思うんですけども、はい、一からそのアニメーションを作るというのはすごい大変なので、先ほどのデフォルトのキャラクターのアニメーションをこいつに使い回したいと思います。便利。新規ソルバを追加っていうのをクリックしていただきまして、初めて聞く言葉そうですね。選択されているソルバーにルートボーンを設定。これもう見てる人何のこんだか分かんないんでしょうね、これ。そうですね。背景、いい感じってことか。そうですね。